皆さんこんにちは。今年も毎年恒例の夏の文庫フェアが始まりましたね。私はこの各社それぞれの100冊がずらっと並んでいる中からこの夏に読みたい本を選ぶ時間がすごく好きで、今年ももちろん買ってきました。そこで今週は夏の文庫フェア2026で購入した文庫本たちをご紹介していきます。ぜひのんびり楽しんでいただけると嬉しいです。早速始めていきましょう。今回私は新潮文庫から4冊、集英社文庫からも4冊、角川文庫から2冊の合計10冊購入してきました。本の紹介に入る前に、まずは今回ゲットしたしおりを先にご紹介します。冊数を聞いてもうお分かりだと思うんですが、新潮文庫の読むむしおりも集英社文庫のクリアヨマニャしおりもそれぞれ4種類すべてゲットしてきました。新潮文庫の去年のキュンタくんのしおりもすごく可愛くてお気に入りだったんですが、最近突如現れたこのヨムムが私はかなり可愛いなと気に入っていて、いろんな表情のヨムムをゲットできたのですごい満足しています。ちなみにこの子の本名はヨムムブックパッカーというらしいです。集英社文庫のヨマニャクリアしおりも相変わらず全部可愛いです。ということで、まずは私の全種類ゲットしたよという自慢話にお付き合いいただきありがとうございます。ここからは今回購入した10冊を出版社ごとに順番にご紹介していきます。まずは角川文庫の2冊からご紹介します。1冊目が湊かなえさんの人間標本です。前回の動画でご紹介した箱舟を読んでからミステリーをもう少し読んでいこうと思ってこちらを購入してみました。裏のあらすじの冒頭がものすごく強烈で、人間も一番美しい時に標本にできればいいのになというかなりサイコパス味のある一文から始まっています。物語としては蝶の研究をしているある男性が蝶の世界を渇望するあまり自身の息子を含む6人の少年たちに手をかけてしまったという衝撃的な独白から始まって、その狂気的な欲求がどんどん明らかになっていくというお話です。私は普段読書記録にリーズというアプリを使っているんですが、アプリの中で他の利用者のレビューを見ることができて、この人間標本は描写がかなりショッキングなので読むのに覚悟がいるとか、救いがなくて読後感は複雑な気持ちになったみたいな感想がすごく多くて、読むのに少し勇気がいりそうだなとは思っています。ただ著者の湊さんご自身が一番面白い作品が書けましたとおっしゃっている作品なので、期待も大きくてじっくり読んでみたいなと思っています。角川文庫の2冊目は青崎優吾さんの地雷グリコです。こちらもジャンルとしてはミステリーになるのですが、新刊にもかかわらずレビュー数が結構多くて、いろんな方がこぞってとにかく面白かったと大絶賛していたので気になって購入してみました。内容としては高校生たちの頭脳ゲームバトルを描いたお話で、私たちが子どもの頃によく遊んだグリコや神経衰弱といったおなじみのゲームに特殊なルールや心理戦が組み込まれていて、本格的な頭脳戦が繰り広げられるようです。一気に読んだという声もとても多かったので、一気読みできるタイミングを狙って読みたいなと思っています。以上、角川文庫からはこちらの2冊を購入しました。続いては集英社文庫の4冊をご紹介していきます。1冊目がこちらの綿谷りささんのパッキパキ北京です。この響きのいいタイトルとカバーのネオンの明るい感じに惹かれて買いました。物語は元銀座のホステスであるあやめという女性が主人公で、単身赴任中の旦那さんに呼ばれて周りの友人からかわいそうな目で見られながらコロナ禍の北京へと向かうところから始まります。でも彼女は人生エンジョイ勢で、異国の地でも全く悲観することなくバイタリティ全開で思いっきり北京の生活を楽しみ尽くしていくというお話です。どんな状況でもポジティブに生きていく彼女の吹っ切れた明るさに読んだら元気が出そうと思って買ってみました。ちょうど今の自分が爽快なスカッとした感じの本を読みたいなというタイミングだったので、こちらは今まさに読み始めている本になります。まだ序盤なんですけど、あやめさんのエネルギーがすごくて、どんな環境でも人生を楽しみ尽くすマインドを知れる、そんな一冊になりそうだなと思っています。集英社文庫の2冊目は金原ひとみさんのデクリネゾンです。
こちらは帯を取ると結構グロテスクなカバーをしている本で、心揺さぶる本のジャンルに分けられています。この小冊子に欲張りかもしれないけど自分に正直に生きてるという一文が書かれていて、そんな女性の物語を読んでみたいなと思って購入しました。私はちょうど30歳を迎える代なんですが、アラサーって本当に人生の岐路という感じがして、周りを見ても結婚や出産をする人はもちろん、会社で仕事に励む人やフリーランスになる人もいて、どんどんみんなの道が枝分かれしていったり、選択をしていかなくてはならない時期だなと実感します。その中で難しいかもしれないけど全部欲張りたいという気持ちはどこかわかるなというふうにも感じて、この主人公に興味が湧きました。また読んだら感想をシェアしたいなと思います。3冊目は高瀬純子さんのいい子のあくびです。こちらは前から気になっていた本で、今回のフェアを機に買おうと決めていました。ジャンルは先ほどと同じ心揺さぶる本になります。日常のちょっとした違和感や不条理、納得のいかなさに身もだえる女性たちの小さな叫びを描き出した小説集ということなんですが、私はこういうお話がすごく読みたいタイプです。自分ではうまく言葉にできていない日常の小さなモヤモヤしたものが本の中でぴったりと言い表されていると、すごくストンと腑に落ちて自分の心もすっきりする感じがして、それも読書の一つの楽しさだと思うので、まさにそんな一冊になるのかなと思っています。そして集英社文庫の最後4冊目は星尾早苗さんの銀河ホテルの居候、また虹のかかる日にです。舞台となる軽井沢で代々続く銀河ホテルには手紙室というものがあって、風変わりな室長による心の奥の本当の気持ちが見えてくる手紙のワークショップが行われているそうで、ホテルを訪れたお客さんが手紙を書くことで人生と向き合っていくというお話になります。この本自体は2024年の9月に出ていたものらしいんですが、私は今回のフェアで初めて知って、あらすじを読んでみて、これは私が好きな雰囲気だなっていう嗅覚が働いたので買ってみました。しかもこちらはシリーズ作品のようで、この後にも3冊出ているみたいなので、まずはこの1冊目を読んでみて、もし自分の好みに合っていたらシリーズ全部買って読んでみたいなと思っています。ということで、集英社文庫からはこちらの4冊を購入しました。続いては新潮文庫の4冊をご紹介していきます。まず1冊目は小川聡さんの君が手にするはずだった黄金についてです。こちらは小説家小川聡を主人公として描いた成功への渇望と満たされぬ承認欲求の果ての嘘と真実を描いた傑作連作短編小説です。私は地方から大学進学とともに上京してきたんですが、東京に来てからより一層本当にいろんな人がいるなとか、上には上がいて、さらにその上にもまだ上がいるんだなっていうことをすごく実感しました。今私がやっている YouTube などの SNS もまさにそんな世界だなと感じることがあります。そういう環境にいると、知らず知らずのうちに自分ももっと上に行きたいとか、周りに認められたいっていう気持ちに飲まれそうになる瞬間があると思っていて、それが本当に望んでいることであれば全然いいんですが、本当はそこまでじゃないのにそう思い込んで流されてしまうとしんどくなってしまうと思うので、気をつけたいなといつも思っています。だからこそこの本に描かれている成功への渇望や承認欲求の慣れの果てというものが一体どんなものなのかっていうのが自分ごとのようにも感じられて、ちょっと覗いてみたくて購入をしました。新潮文庫の2冊目は川上美恵子さんの春の怖いものです。こちらはなんとなくカバーの色味に惹かれて手に取ったんですが、帯にあるキャッチコピーの6人の男女が体験する甘美なる地獄巡りというのがすごく気になりました。他にも持てるものと持たざるものをめぐる残酷な本当とか、死を前にして振り返る誰にも言えない秘密といった言葉が並んでいて、ふとした出来事が日常を悪夢のように変貌させていく様を描いたお話が6つ入っているらしく、完全に怖いもの見たさで買ってしまいました。フェアの中ではしびれる本というジャンルに分類されていたので、この期待はあながち間違いではないんじゃないかなと思っています。新潮文庫の3冊目は西加奈子さんの白い印です。前からこの
カバーの猫の後ろ姿が可愛いなと思っていて、中身は知らないまま気になっていた本だったんですが、こちらはひりつく記憶を引きずり出す超全身恋愛小説のようです。考えてみると最近全然ザ恋愛小説というものを読んでいなかったなと思って、久しぶりに恋愛小説に浸るのもいいかなと思って買ってみました。32歳の女性の恋のお話なので、年齢が今の自分と近いところにも惹かれました。新潮文庫の最後4冊目は今回の文庫フェアの中でも大注目していた一冊になります。それがこちら、新潮文庫の100冊50周年記念7人の作家さんによる全編書き下ろしのプレゼントです。この本はこのタイトルが白押しで仕上げられた初回限定カバーで、それ以降はタイトル通り贈り物のようなこちらのカバーとなるようです。このデザインは50年前の1976年に新潮文庫の100冊が始まった当時の小冊子のデザインがモチーフになっているみたいなんですが、実は初回限定通常どちらもカバーを取った本体の表紙も同じく当時の小冊子をモチーフにした特別なデザインになっているみたいです。調べてみると新潮文庫の歴史の中で本体の表紙を通常のデザインから変更したのはこの本のみという特別な一冊で、歴史も詰まったこの本はぜひ手に入れたいなと思って買いました。執筆されている作家さんもそうそうたるメンバーなので、全部のお話がもちろん楽しみなんですが、私は特に梨木かほさんと町田園子さんのお話を楽しみにしています。大切に読みたい一冊です。ということで今回は夏の文庫フェア2026で購入した合計10冊の文庫本たちをご紹介しました。6月は結構涼しい日も多かったんですが、今週に入ってからは気温が30度を超える日も増えてきて、個人的にはだんだんお家にこもりたくなる季節になってきました。今年の夏も涼しい部屋で本をたくさん読んで過ごしたいなと思っています。これからさらに暑くなると思うので、皆さんも熱中症などには気をつけてお過ごしください。今回ご紹介した中でもう読んだよという本やこの夏読みたい本などがあればぜひ教えていただけると嬉しいです。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。